柴田ドリフトレーシングチームの沢桐光大です。今回なんだ、みんなが気にしてるであろう、今年から僕は初参戦 D1GP に初参戦するにあたって乗る車のインフィニティ、一回オートサロンではこんな感じで展示はされていたんですけど、まだ乗ってないです。でそのインフィニティは一体今どうなってるのかを見ていきたいと思います。はい、行きましょう。行きましょう。今はこんな感じです。みんな多分見た人はあれって思いますよね。多分ね、オーストラの時は全部組み上がって着地した状態ですごいかっこいい状態で置いてあったんですけど、実はあの時は外装、基本的には外装とかが組んだ状態、応急で組んでラッピングだけしてもらって飾ってあった状態なんですけど、あの時は実は自走できなかったんですよ。で今ちゃんともうドリフトできるように、バシッといい走りができるように制作中です。間に合うかな。今ね、このコロナウイルスの影響で今伸びてるんで、いろいろ延期って言って、僕にとっても走れないのは悲しい反面、制作する時間が増えてるんで、嬉しい反面、嬉しいって言ったらあれですけどね、そんなところではございますけど、あと D1GP まで大体2ヶ月ぐらい、今のところの予定では開幕。そうですね。2ヶ月、そうですね。今5月だから7月の奥吹雪が今のところは開幕戦なんですけど、あと2ヶ月です。どう思います皆さんから見てもう、僕もちょいちょい見には来させてもらってて、すごい進んではいて、でもやっぱ普通に見たらね、もうバラバラの状態です。今びっくりするぐらい、本当にバラバラ。本当にでも一つ一つすごい手の込んだ作りで部品を製作して組んではいってますんで、開幕戦までにはね、バチッとした走りでみんなを驚かしちゃうとは思うんですけど、そのために今いろいろやってもらってます。オートサロンの時には発表したんですけど、エンジンは VR38 で HKS さんのキットで排気量アップして 4.1 4.1 っていうのはやっぱ変わらずに進んでます。でパワーをマックスで1000馬力、1200馬力、どれぐらいなんですかね。でもそれぐらいは出るエンジンですね。出るエンジン、もう未知数なぐらいのパワーは出るエンジンです。でもなんでしょうね、また足回りとかも今回はワイズファブさん、ちょっと見ましょう。そうでね、見ていきましょうか。はい、次はこのインフィニティの足回りについて。この足はもう見たことある人も多いと思うんですけど、ワイズファブです。でワイズファブになんでするかっていうと、普通のシルビアの足とかよりも、セッティング幅がすごい広いんですよね。ダンパーの角度だったりとかナックルの付け位置とかも細かく調整できるんで、そのセッティング幅の広さでどんどんいろんな車の性格を作れるということで、今回ワイズファブにもしてます。でワイズファブにすることによって初めてって言ったらあれだけど、僕らのラジコンで培ってきたセッティングの知識というものがより効力を発揮できると思いますね、ゆきですね。これでどんどんワイズファブと仲良くなって、僕らのセッティングの技術というか知識をフルに活かせる足なんで、もう本当いい足にバチッとセッティングして皆さんが驚くような走りをしていきたいと思いますので、楽しみにしてください。これキャリパーとローターはで、こちらのキャリパーとローターはエンドレスさんですね。エンドレスさんのキャリパーとローターですね。ちょっとマットチックなね、赤ですごいシックでかっこいいローターですね、キャリパーですね。はい、じゃあ後ろほんでフロントの足回りは以上になりますので、次は後ろ行ってみましょうか。行きましょう。はい、次はリアの足回りです。リアの足回りはメンバー関係もインフィニティの純正のままで、構造自体も変わってなくて、あとはアーム類だけメーガンレーシングさんのアームに変更して、調整できるようになってますね。セッティングができるようになってます。はい、でブレーキ関係なんですけど、前と一緒で後ろもエンドレスさんですね。エンドレスさんの
キャリパーとローターがついてます。でこの車も油圧サイドなんで、ドリフトをするためにあった方がいいっていう贅沢なパーツがついてます。前回のねガイアの時ちょっと勇気に突っ込まれちゃったんですけど、やっぱこういうパーツがちゃんとついてるってことはもちろんもちろん勝てますよと。勝ちたいですねでも初年度なんでね、まだ車はもうトップクラスのね、もう D1GP でもう本当1位には争うんじゃないかってぐらいすごい車なんですけど、僕ちょっとまだいっぱい練習してこのインフィニティを、ね、性能 100% 引き出せるように頑張っていきたいと思います弱気ですね。弱気になっちゃうよでリアの足回りはそんな感じなんで、次はまた今までと違うパーツがついてるデフ行ってみます。はい、で次はデフですね。こちらも今ではもう D1 とかフォーミュラドイツとも主流にはなってるんですけど、ウィンタースのクイックチェンジがついてます。ちょっと噛んじゃったウィンタースのクイックチェンジがついてます。このデフにするメリットは、ギア比を細かく刻めるのと、デフのこのギア比を変更する時間が大幅に短縮できるんで、コースによって細かいギア比の設定が簡単にしやすいっていうメリットがあるんで、今回はクイックチェンジをつけてます。初めて挑戦するコースばっかなんで、例年のごとくでデータもないんで、こういうクイックチェンジとかで作業効率が上がってくれれば、よりコース攻略も速くなって自分の走りも磨きがかかるというわけですよ。なんで、今回はまたこのクイックチェンジという今までの紹介してきたドギシャにはついてなかったパーツを使ってます。それにしてもこうね、今トランクにいるんですけど、トランクの本来あるんですよ、ちゃんと板というかトランクルームというものが本当はないです。この車本当に不思議な感覚です。こっからの景色ってもう本当にそれなんでしょう、何の話かよく分からなくなってきちゃったんですけどこれだけ軽量化にもこだわって車両も進んでます。あれミッションがついてないですけど、これはあれミッションがないな。あれ本当や。これは今、ミッションね、オートサロンの時は一応乗ってはいたんですけど、いろいろ考えた結果別のミッションというか、この車に合ったミッションをまた見つけたんで、そのミッションを載せます。またそれも乗ったりしてたら、それもまた別の動画で見ていきたいと思います。走行するときにね。でここ紹介したんで、次は室内に行ってみますか。行ってみましょう。行ってみましょう。はい、でこちら室内に来ました。もう、前回のガイアとまた違って、ガイアだったら、室内全体的に白が基調となったカラーリングだったんですけど、今回はガンメタです。こちらの方がね、またガイアもかっこよかったけど、インフィニティのこの中がガンメタの方がまたシックで引き締まっててかっこよく見えますね。でまたもう一個あった、違う点がもう一個またガイアとの違う点が見てください。ミッションまだ乗ってないんですけど、とりあえず暫定で決まってることは H パターンじゃなくて I パターンのミッションです。ってことはシフトミスも減る、シフトが速くなるってことはミスが減りますってことで、よりいい走りができるようになっちゃうということはでも自分でハードル上げといてなんですけど、めちゃくちゃ自信はないけど、もう本当抜かりのなく最高級なパーツが全て揃ってます。怖いです僕は正直で。しかもめちゃくちゃ車もやばいぐらい綺麗にバシッと作っていただいてるんで、本当触るのが怖いぐらいですね。もう乗ったらどうなっちゃうんだろうってドキドキします、見てると。田野くんから見てどうですか？僕のポイント高い点はですね、この隔壁です。やばいよね。僕が作ったわけではないんですが、ほんとね、これぜひ D1 会場で見てほしい、みんなに。芸術作品本当にっていうぐらい綺麗に作られてます。多分一回作ったことある人だったらね、
凄さが分かるはずなんで、ぜひいろんなね場所で見てほしいですね。見てほしいですね。本当に。で、多分この隔壁の先に何があるかなって気になる方もいらっしゃるかと思うんで、次はこの先に行ってみたいと思います。はい。この隔壁の奥には何があるのかということで見ていきたいと思います。隔壁の奥はまずもうトランクです。普通の車のトランクだったら荷物が入るためのスペースなんですけど、この車は全然違います。よいしょ。そう、このあれですよ、これこの背中のやつはね、そう、今年のなんて言いたいんだ、なんだ、スタッフ T シャツかな。スタッフウェアだね。はい。まず車あんまり見たことない方だとなんじゃこれと思うんですけど、一番最初に目に入るこの赤い大きい箱、これは燃料タンクです。で、この左側にある黒いポンプはウォーターポンプです。で、この真ん中にあるのはフューエルポンプが入ってます。今はないけど、ここにラジエーターがつくと。そう、本来はね、うん、いつかてかその開幕する日にはついてます。はい、で、僕もよく思ってたんですけど、こういうレースの車ってどこで給油するのみたいな思うじゃないですか。で、給油するのはこのよく見るとここからパイプがつながってるんで、その先を追っていきましょう。この先が給油する給口があるんで、一旦閉めてね。よいしょ。はい、見てください。このようになってます。このフューエルセーフって書いてあるんですけど、ここが給油口です。ここにこれ開けてジャーってガソリンを入れるという給油方法になってます。めちゃくちゃ変わってますよね。普通だったらそんなところでやるのって感じですよね。今はそういう車が多いです。なのでこのように隔壁の奥は、本来トランクルームですよね。トランクルームはこんな感じになってます。トランクルームにガソリンを給油するっていう形になりますね。で、またこれは開幕するときにまだまだちょっといろいろ塞いだりなんなりっていうね、政策があるんで、また会場で見るときはまた違った形になってると思います。楽しみにしてください。で、今給油口がこっちにあるってことは、一応ボディにはついてるんですよ。インフィニティの本来の給油口の蓋がついてます。ついてるんですけど、この中は何ももうないです。面白いですよね。俺もね、すごいそういうの興味深くて、どうやって給油すんねんやろみたいなね、思うよね、マジで。でもこんな感じです今は。はい、ということで今のインフィニティの現状はこんな感じでした。本当車を制作されている方とかが見たらめちゃくちゃすごいびっくりな動画だと思うんで、ぜひ見てほしいですよね。でも車のその作り込みとかもあんまり見たことないよって方も、今ドリ車というか D1 車両が出来上がる上で、このようにこういう過程を経てステージに立って白煙焚いて走ってるんですよ。もう本当にたくさんの方の協力と苦労とあって出来上がっていってます。はい、もう僕も前のラジコンの勇気とのラジコン対決の時には、ラジコンではインフィニティは操作しました。もうラジコンでやった感じでもインフィニティは多分こういう動きになりそうだなっていうもうイメージもすごい出来上がってるんで、走るのが実物で走るのもすごい楽しみです。楽しみにしてくれてる方もたくさんいらっしゃるかと思いますので、バチッと仕上げてね。そうですね。次はあれですね。こいつがシェイクダウンの時にまた動画を撮りたいですね。そうですね。もう本当次シェイクダウンする時はまた動画を回して撮っていきたいと思いますので、そちらの動画もご覧ください。では今の現状はこんな感じでした。見てくれてありがとうございます。最後に、僕とゆうき SNS やってます。Twitter、Instagram、概要欄に URL 貼ってるんで、ぜひぜひ申請のほどお願いします。お願いします。そしてこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。なんで笑ってんだろう。お願いします。よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。ではまた。